どうもこんにちは、川口です。この動画実はだいぶ前に撮ってます。今は1月です。というのもですね、この動画はチャンピオンシップの施策についてちょっとねつらつらと話したいと思います。チャンピオンシップ、ワールドチャンピオンシップオプションメイキングっていうのは去年僕も出品して優勝したんですが、2025年も出品することを今決めていて、で全く問題なければ今この動画がアップされている頃には出品大会終わってると思うんですが、もちろんね優勝を目指して今試作中なんですが、この動画はね試作をちょっと紹介しようかなと思います。このチャンピオンシップの靴っていうのは通常の靴作りとは全く違うと言ってもいいぐらい違う作業をやってます。作品作りという側面が大きいので、ナンバーズコレクションに似てますね。似てますというかね、同じような感じですね。作品技術を詰め込んだりとか美的な部分、履き心地は考えずにっていうところがメインです。今できる最大限のことだったりとか、すごく美しい造形っていうのを作るんですよね。で今年もね、去年ももちろん試作何度もしたんですが、今年も試作してます。でチャンピオンシップの靴はですね、正直ね本番の一足、片足ですねそのものを作っている時間よりも試作している時間の方が長いです。僕はそうでしたね去年。で今年もそんな感じになりそうです。結構もう試作ねいろいろやってます。かなり考えるんですよね。試作と言いつつももちろんそれを手を動かして作るのもそうなんですけど、どうしようかな、これどうだろうなってものすごく考えてる時間が長いです。で今ここにあるのがちょっと試作段階のものをねいろいろあるのでちょっと紹介したいと思いますね。試作はですね、今ここにあるの型紙とかバックルとか、あとこうやって仮アッパーですね、仮にアッパー作ってるものがあるんですけど、どっからいこうかな、適当にいきますね。もうこの動画上がってる頃にはいろいろね完成品も出てるし結果も出てるんで、どんな風なことをその試作段階を経て作品ができてきたのかっていう途中段階っていうのも面白いかなと思って撮ってます。これ型紙ですね。今回の靴アップルピールといってリンゴの皮むきのようなアッパーの形状してるんですよね。ぐるぐる螺旋状になるような感じです。今まで僕も作ったことありますし、有名なのはジョン・ロブのイヤーモデルにそういうのがあります。で今回ダブル文句なんですけど、レギュレーションで2から4パーツ使えということなので、キャップ部分パーツ分けてて、あとそれ以外ぐるぐる巻いてます。このねアップルピールの難しさっていうのはですね、矛盾なんですよね。これ見てわかるんですけど、これ型紙なんですけど、ここかぶさってるじゃないですか。こうやってこれかぶさらないようにアップルピールやるっていうのが難しいところなんですけど、僕はもうねかぶせます最近ちょっと思いついた方法なのでかぶせてるんですよね。これちょっと話してるかもしれないですね、すでに解説かなんかで。でこんな風にかぶせてて、これをねどうにかこうにかこういう型紙で無理やり作るっていうのをねやってます。でそういう施策も含んでますね。でこの型紙見てもらうと分かるんですけども、ズタズタに切ってあります。この辺間隔空いてるじゃないですか。これ切って貼ってを繰り返してるんですよね。こういうところももう至るところに切り目とつなぎ目があります。これは最初叩き台の型紙を作って、それで実際に革でアッパーを作ってみて、それに合わせて修正に修正を重ねてますね。これがね仮アッパーの第1弾って言いつつ、これ多分2回目か3回目ぐらいなんですけど、一応最初にね木型に釣ったやつですね。割とね大まかな形はいいんですよね。でこれをもとにライン取りの修正を決めたりとか、あとしっかり木型が釣れるのか
この場合はちょっとかかとの皮が足りなかったんで切って少しどれぐらい伸ばせばいいのかっていうのを確かめたりとか、あとバックルの位置とかいろいろこれで確かめて、でこれがね今絶賛悩み中なんですよね。だいぶこれライニングもつけてだいぶ形にはなってるんですけど、なんかねいまいち納得いかないというかね、難しいんですよね。ダブルモンクがまずそもそも僕1回しか作ったことなくて、去年のローファーもあんまり作ったことなかったんですけど、今回も作ったことがないんですよ。なのでそのダブルモンクのかっこよさっていうのはどこにあるんだろうとか、どういう風な型紙なんだろうとかね、そういうところを研究しながらやってます。いろんなね実際に靴を見たりとか写真見たりとか、この靴このダブルモンクかっこいいなっていう画像をね検索したりとかしてますね。ただね正直ダブルモンクでかっこいいなって思うのってなかなかなくてですね、もちろんかっこいいんですよ。例えば定番でいくとジョン・ロブのウィリアムとか、あとは有名どころはダブルモンクってそれぐらいかな。パラブーツのウィリアムもまた全然違うんでね。ジョン・ロブのウィリアムだとするとかっこいいんですけど、ちょっとねそのチャンピオンシップっぽくないんですよ。普通に履く分にはいいんですけどチャンピオンシップっぽくないし、その造形美がっていうとちょっと微妙だなって正直思うんですよね。だからダブルモンクってそのわあこれかっこいいっていう自分の目指す部分っていうのが非常に曖昧で難しいんですよね。フルブログとか出れば画像を見たりとか僕の記憶の中でこの靴がかっこよかったっていうのがあるんですけど、ダブルモンクないんですよね。だからそこをこう探りながら自分の感性をね確かめながらねやってますね。比較的ね割とかっこよく仕上がってきてはいるんですけど、微妙なバランス感覚とかね、例えばで言うとちょっとこのバンプここがね間延びして見えるんですよね今。だからといってキャップを少し伸ばすと、キャップがでかくなっちゃうし、かといってこのねこのバックルの部分を前に出すとこの履き口部分がもうちょっと広くなってちょっとさすがに前重心になるかなみたいなのを考えたりして、あとはですねここ今バックルのところにこれテープついてるじゃないですか。このダブルモンクの難しさってこのバックルの部分にこうやって結構分厚めな皮がグッと覆いかぶさってるんで、釣り込む時にこの辺のねシワがなんか出やすいんですよね。紐靴であればここ全部紐で止まってるじゃないですか。なのでもう確実にこう引っ張って木型に沿わせることができるんですけど、このダブルモンクって引っ張れない部分っていうのが存在してまして、それをこうどううまく引っ張るかですね。でビスポークとかってこのバックルの部分ここ穴ってその人にフィットしてれば一つでいいじゃないですか。だから一つにするためにアッパー製作の時点では穴を開けずに最後にお客さんに履いてもらって穴を開けるっていうのがあるんですよ。なので、こういったテープでこう仮止めして釣り込むっていうのはやる作業なんですよね。ただそうなるとまたそれはそれでいろいろ問題あるんで、僕はこう一応穴を開けた状態で釣り込みたいんですよね。とかってね、ちょっと説明が難しいしもうわけわかんなくなっちゃうんで説明しきれないんですけど、こうやってテープをつけてやったらどうなるかなとか、あとねこのバックルもそうなんですけど、バックル手作りしてるんですけど、手作りっていうかもともとある既製のバックルを削ってるんですけど、これもこのデザインを考えてる時からこういうバックルの形が欲しいなっていうスケッチをしてまして、それにピタッとくるやつをねいろいろ探したんですけどないんですよね。大きさと形とっていうのはもうなくて、でいろいろ買ってみたりしたんですけど、いろんな形を、ただなんか予想以上にすごいでかかったりとか、割と形はいいんだけどなんか平凡だったりとかっていうね。なので結局僕削ったんですよこれ。これ動画多分出てるんですけどね。でこれはバックルはこれでバックル探しの旅はね終わったので解決して、これ本番用のバックルを今ちょっとね仮に使ってます。あとは今タン
ベロついてないんですけど、ベロない方がここの履き口のこのトップラインの流れがスムーズで綺麗に見えるかなとも思ったんですけど、なんか足りないような気もするので、ちょっと次の試作ではベロをつけてみようと思ってますね。まあそんな感じでアッパーの試作、バックルね、これ試作ももちろんしました。で型紙もやって、あとはねこれもやってますね。底付けの試作、これはこう練習というかね、いろいろ試してるんですけど、全部靴作って試作ってできないんで、部分だけこういう風に釣り込んでソールを、ね、模擬的に作ってます。全然普通にハンドソン製法でやってもいいんですけど、やっぱり何か変わったことやりたいなっていうのがあるので、ただ去年めちゃくちゃ変わったことやったので、今年はクラシックの範疇の中でいきたいんですよね。なので、多分これも解説で動画上がってるんですけど、ビーディングテープみたいな、アッパーをウェルト代わりにして縫って、でそれをミッドソールに縫い付けて、ミッドソールとアウトソールを縫い付けてみたいな2段階構造にしてます。今のところちょっとこれでいこうかなと思ってるんですけど、これ糸の太さとかそのベルトの厚みとか糸のピッチとか、そういうのをいろいろ試しました。何度か。これもちろんこんな製法は世の中にないので初めてちょっとやってみたんですけど、製法っていうほどでもないですけどね、ベルトとしてよく使うような革じゃなくてアッパーの革をベルト代わりにしてるっていうだけなんで、でもどんな厚みとかによってだいぶ印象変わってくるので、狙ったものになるかどうかを試してるんですけど、結局ねこれ部分練習だけだと細部のこの例えばウエストにつながるラインはどうなるのかとか、つま先のエッジ部分は綺麗に出るのかとかね、いろいろ実はもっと検証したいんですけど、ある程度いけるなと思ったら本番いっちゃいますね。全ては試作はせずに、去年のチャンピオンシップもそうでした。ある程度絶対確かめたいっていうところは確かめて、で本番でちょっと考えながらね、ここどうすればいいんだろうっていう部分は結構ありましたね。そんな感じで特殊な作り方をするので、しっかりこの綿密に計画を練って細部のことまで材料同士の取り合いとか工程の順番とかまで考えておかないと致命傷になるんで、そういうのね細やかにね考えてメモして修正して試作してっていうのを繰り返してますね。はい、ということでチャンピオンシップの試作段階での動画でした。ちょっとね取り留めもなくなってしまって申し訳ないんですが、この動画が上がっている頃には今悩んでいることも全て解決して全てがまとまったいい作品ができていることをね願ってます。いい線は言ってるんですけどね、あともう一歩っていうところ、自分でも何がダメなのかがわからないけど何かが違うみたいな、そこを追い求めていくと自分の中でのデザインへの解像度が上がる気がするんですよね。特にダブルモンクは今までほぼ作ったことがないので、これはかなりいい練習になるなと思ってますね。ということでチャンピオンシップの試作でした。それではまた。